にちは。今回はダンダダン第11話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。いい話だなあだっちゃ。電撃攻撃が得意そう。本当に年代が違いすぎる。平野文なら男は神谷明であってほしかった。そこは樽の人っしょ。古川さんは標本男っぽくないかと思って。作られた年代が違うネタが生きないだろう。年代が違うから声の世代も違うってことなのか。細かいね。ラムちゃんある意味この世界観合ってる。確かにうるせえやつら感がある。女性の人体模型見たことないな。平野さん役選ばんな。女性タイプの人体模型ってあるのか。人体模型で女性型ってあるんか。おかるん、覚悟を決める。こんな奴らに共感と感銘受けちゃった。オカルンに突き刺さる。ここで終わるなよ。秘宝来週最終回。終わんなかい。大看病で終わった。人体模型が愛し合って終わったぞ。いいのか。終わりかい。あっちゅう間だった。青の箱とダンダダンの流れ好き。なんだかわからないうちに終わった。来週まで引っ張るのかこの話。終わり方草。なんだこの話は。一瞬で終わった。今週もめっちゃ面白かったわい。あと1話でどうすんのこれ。人体模型のラブストーリー。いや青春っていいもんですな。平野文69。来年で70歳のレジェンドに人体模型の役やらせるアニメ。長生きしてほしいわ。17歳に化け物やらせたしな。ベージュでバトルして叫ぶ野沢雅子というレジェンドがいるからな。90前の現役が最前線走ってたな。田中真由美も来月で70なんやで。1話に詰め込みすぎなくらいだけど、作画と疾走感ある演出で一気に時間流れる。平野さんまだヒロインやれるとは思わんかった。後すいた演技や。ヒロインオカルンが大事なことに気づけたみたいで何よりです。走る人体模型で大爆笑して、ちょっと最後にいい話とか振り幅がありすぎるわ。人体模型だって恋をするんや。いや面白かった。しかしずっと面白くてすごい。今日は微妙だと思ったら急に面白くなった。ジジの存在微妙だな。今後ジジはかなり重要人物になる。そのくせこの話結構長い。太郎の声は檜山のイメージだったけど、ついたでも曲がりだな。個人的は金太が檜山のイメージかな。わかる。ちゃんと見えるんだな。黒なのか。下着姿の時みたいに白履いてて欲しかった。日記やるんかな。ジジの話解決で1クール使う。杉田か。仕事選びなよ。声優が仕事を選んでいたらあっという間に呼ばれなくなる。杉田、ジャンプアニメ出演率高すぎじゃなかろうか。そりゃ銀太までの貢献度が凄まじいからね。神谷明なんてまた主人公かよだったから。杉田は昔はイケメン要員だったんだぜ。岩柱。杉田は金太に使ってほしかったけどな。これ放送も年内で終わりかな。マジで自分中で今年ナンバーワンのアニメだったわ。早くに来頼む。ダンダダンの一気に再放送を年末年始にやらないのか。人体模型が動くとか。学校の階段やな。しかも真っ昼間から。これ来週どこまでやって1回終わるんだ。このエピで終わってジジのエピは時クールがっつり使う算段ですね。この作品は月刊ムーとタイアップしないのかな。オカルト学院はやってたのに。すると思ったらしてないのね。呪いの家やるんだ。2クールだったのか。ネタがことごとく古いのはそういう狙いなんだな。オカルンとジジの声がちょっと似てるな。俺の耳が悪いのか。ジジっての今のとこうざいしか感想がないんだけど、これから好きになる要素出てくるの。アイラも最初はあれだったし、なんか後であるんじゃね知らんけど。まあピンクもそうだったから待ってみる。何事もなく12はエンディングやってみ確定で終わる感じかな。だろうね。来期はこの枠内にやるんだろう。個人的にはこのまま2クール目に突入してくれて全然構わないんだけどな。あれ、ジジの家行くってことは
ちゃ紙幣やるのか。〇〇人たちがもう出てきてるってタイミングで切られたらめちゃくちゃ中途半端になるし。温泉やってどう最終回にするんだろう。洋ドラみたいに続く風で終わるしかないんじゃ。いやー、わけわからん。走る人体模型には笑った。これ面白いね。原作を見たことなかったけど、何年くらい連載してるんだろう。12話で4巻分までやって、現在は18巻まで出てる。しかし太郎なんかに杉田を使ってるのは今後本編でも太郎と花が活躍するのかね。オカルン、桃、アイラの中の人たち、元ネタ古くてアフレコ時にポカーンってなってるのか気になる。温泉会最終回ですが。温泉街行ってるやん。中途半端に終わらない。桃が温泉で襲われるシーンで3年後の2期に続く。で終了だな。桃の初恋の人、ジジ登場。硬派なスポーツマンかと思いきや、めちゃくちゃチャラくて面白い。さらに人体模型の太郎と花まで、杉田さんと平野文さんがまた作品を盛り上げてくれる。2人の会話がオカルンを鼓舞する流れも構成が良くて素晴らしい。ジジはかっこいいんだけど残念なんだよね。その全てが好き。ジジの家の剣を全て桃ちゃんに丸投げって聖子さんめちゃくちゃだよ。この作品は走るシーンが良いね。好き。人体模型の恋も素敵だった。それに感化されたオカルンどうする。ジジという名の陽気男、ふざける言動の中にも真剣に話す一面も、つかみどころのよくわからんやつや。そんな彼を見て焦るオカルンだが、桃の初恋相手ではあるものの、また明日と言わせたり、おにぎりを食べさせてあげるなど、桃の意識は完全にオカルンに向いてるから安心したまえ。最高でした。大好きな見たいシーンがまたたくさん見れました。綾瀬家の鳥居の横の柵になりたかったし、お昼休みの岡桃には思わず行けってパソコンに殴りかかるくらいにジャブしました。桃の初恋の人質登場でどんな修羅場になるのかと思ってたら、とんでもない残念イケメンで、一瞬にしてその心配がないとわかるのが面白かった。そしてあまりに杉田が杉田してる人体模型がずるいし、そんな人体模型のやりとりにオカルンの心情を代弁させる構成のうまさにうならされた。爆速で逃げる人体模型とそれを追いかけるオカルンたち、そして人体模型同士の愛を見せつけられ何かを決心するオカルン。後半の情報量が多すぎて前半のジジの異常さが薄れてしまうほど、後半の勢いがすごかった。次回も楽しみ。また明日の胸キュンと初恋のチャラ幼なじみがやってきた経緯の不穏を吹き飛ばすほどの勢いで、ゴールデンカムイ風味なビジュアルでゴールデンボールを光らせて人体模型が走り、オカルンが恋心を自覚して覚悟決めてる。ビューティー含めて情報型、桃のギャル友はオカルン派。ジジが本格参戦しての初回、いろいろ突っ込みたいぞ。確かに事情を知らない人はこんな感じになるわ。今まで2人視点だったから違和感なく見てたけど、ジジみたいな反応が普通だよな。それでも走る人体模型を追いかける学生って絵面すごいぞ。今回の反射演出、例によってオカルンのメガネですが、視線を下げることでも元ジジの姿が消えるという演出が、見てられないというオカルンの心情にマッチして大変良い。あとこの辺りは、唐突に現れた太郎がオカルンの恋の模範になるという展開が面白いんですよね。常に身も心もさらけ出している人体模型の妙が見事にはまったオカルンの初恋を描く回。何もしなかったら後悔すると、受動的でなく能動的に愛する人のもとへかける人体模型に自身の理想を馳せるオカルンの後ろ姿が好き。桃との恋がぜひとも実ってほしいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。